アレグロにはピッツァで、はジンベエ来たらそばを覚えて、いはそれが一生使える武器になるみたいな感じのポジションです。なんか特別な日でもなければ、はい晴れの日でもないけど、いつも食べたい、体調いい時でも悪い時でもちゃんと食べたいもんがジンベエが追い求めてる味、昨日より上手に3枚2枚におろせたっていうのを積み重ねていくのがものづくり、技術としては持っておくべきことやと思うんで、それはやるべきことやと思って試験には置いてるかもしれないです。今ジンベエにいるんですが、ジンベエが一番、レストランバンクの中でいうと最初の店舗になるっていう感じなんですかね。実は違うくて芦屋に焼きロバタバタバタっていう、はい、自分で焼くロバタの居酒屋さんのお店が実はレストランバンクの一発目なんですけど、はい、その店はその店長にも売却してその彼がやってくれてるんですけど、その次が、アレグロ、ピッツァのないアレグロで、その次がロバタのジンベエっていう塚口駅前のビジネスなんですよ。それがジンベエの始まりですね。はい、そうじゃあロバタのもともと最初にやられてたバタバタっていうところとジンベエは割と近い業態ではあるんですか。いや、もともとは自分で焼くロバタ焼きやったんで、ちょっとあんまりコンセプトが伝わりにくい感じだったので、もうそれをもう本当のロバタ、ど真ん中ロバタにしようっつって、しゃもじで出すロバタスタイルのロバタ焼きをやったのが塚口駅前です。なるほど。そこからジンベエの、ブランドというか部門っていうのはどういうふうな感じで発展というか今の状態になっていった感じなんですかね。ロバタのジンベエってジンベエってアレグロが始まって、確かアレグロに押されてジンベエ1店舗だけやったはずなんですよね。7、8店舗までそのままで、ほんで次に梅田の立ち飲みジンベエを出して、ほんでおでんのジンベエが始まったんかな。そこから両方居酒屋イタリアンの時代が始まったみたいな。そもそも、ロバタだったりとか、居酒屋の方に進んでいこうっていうふうに思われた理由っていうのはどういうところだったんですか。パティシエやった僕が独立する理由でもお酒が好き、その飲む場が好きやったっていう理由やったので、単純に居酒屋したいなっていうので今もやってますね。自分が行きたい居酒屋を作ってる感じです。それが今のジンベエにつながっていってっていうふうなところで。そうですね。それもやっぱ大衆ど真ん中、いつも食べたい料理を作り続けてる。なるほど。じゃあイタリアの文化をそのまま本場の文化を表すのがアレグロで、日本でその王道っていう風なのをいくっていうところで一つジンベエっていうのがあるっていう風な感じの。そうですね。もうまさに美味しい魚って美味しい魚あって美味しいあてがあって美味しい一品があって、途中で出てきたんですけど、ちょっと締めにもうちょっとパンチ欲しいなっつってそばを始めたんですよ。なるほど。で今なんかそばが結構店名にもついてるジンベエがあったりとかするじゃないですか。やっぱりそこまでやっぱり結構そばっていうのを打ち出すような感じにもどんどんなっていったっていう。そうですね。アレグロにナポリピッツァ入れた時の感じで、なんか関わる子たちの武器になる何かもう一個いるよなっていうのがそばやったんですよ。アレグロにはピッツァで、ジンベエ来たらそばを覚えて、それが一生使える武器になるみたいな感じのポジションです。割と作り続けて、今回の出店でこの新店で、結構気づきやったんですけど、そばとだしの相性って結構大事で、このそばを使ったからこのだしっていう多分ルールはあるんやろうけど、それにたどり着くまで結構時間かかったんですよね。だから今回の出店でそばジンベエグループのそばもスープだしもガラッと変わったんですよ。でもちろん味は上がって、そういうお声もいただけるようになって、
食べログの点数もやっぱり上がっていってて、はい、そういう開発を、してます。そばの、作り方だったりとかに関しては、他にその、スタッフの方がこう一生の武器になるっていう点で、何かこうアピールするようなポイントとかってあったりとかする？これも一緒でだしはちゃんと取ろうと。そばはね実はもともと売ってたんですけど OEM にして、ちょっとそこは人様の力借りてるんですけど、だしは基本通りにだしパックは特注で作ってもらってるだしパックで取るんですけど、ちゃんとだしは店舗ごとにちゃんと取ろうと。ほんで1番だしでおでんを作りそばを作りか2番だしでおでんに作り、だしをちゃんとそういう流れもともとある昔から続く蕎麦屋さんの流れを大切にして作っていこう。多分その過程がそのだしの取る技術、食材を扱う技術、それがその成長、飲食人としてのものづくりの成長の一つであるなと思ってます。だからその当たり前普通のど真ん中作ることの大事さってここにもあるなと思うんですよ。なるほど。ど真ん中をこう作るっていう意味では、その日本のものを日本で提供する、逆にそこの難しさみたいなところもあると思うんですけど、こういうところがすごいからジンベエってやっぱりこう人気になってるんだみたいなところってどう考えられてますか？ど真ん中王道ってやっぱりいつも食べたいと思うんですよね。なんか特別な日でもなければ、晴れの日でもないけどいつも食べたい、体調いい時でも悪い時でもちゃんと食べたいもんがジンベエが追い求めてる味やなと思ってて、だからご支持いただいてるのかなと思ってます。お蕎麦以外にジンベエの特徴でいうと、お魚とかもあると思うんですけれども、魚に関してはどういうふうな工夫だったりとか？魚屋さんももともとはお取引あったお魚屋さんを、一緒のグループになってもらってもう十何年になるんですけど、その魚の仕入れのその川上のその仕入れもちゃんとど真ん中にしてくださいって言ってあるんですよ。その連呼台でもなく石垣でもない台でもない石鯛であり真鯛であってほしい。それが養殖でも天然でもその店によってそれは変わるけど、でも今日ちゃんと美味しいもんを仕入れるようにしてください。その上で商売できるようにやってくれたら多分お互いウィンウィンでグループで成り立つと思います。そんな感じの仕入れもしてもらってるし、そこから仕入れるのもそういうもんを仕入れてます。なるほど。アレグロでも、お魚出されたりだとか、お魚はすごいこう使われる、機会が多いと思うんですけども、ジンベエの方は試験でお魚をさばくっていう風な試験もあると思うんですけど、なんでこうそういう一匹を丸々さばくみたいな試験を設けられてるのかなっていうのはちょっと思ったんですけど。今って主婦の人でも一匹魚さばけばなんやったらそばも売ってパンも作るじゃないですか。なんかやのにプロの子が渋市で柵で片身で仕入れてそれしかできへんってかっこ悪いじゃないですか。なんかそこはやれた上でこの店ではここはお願いしてこうしようであってほしいと思うんで、そのルーツには魚一匹腹綿から取って水洗いして頭取ってっていう流れは身につけてほしいっていう思いで始まりましたね。なかなかそれまでに全く例えば魚を完全にちゃんとさばいたことのない方も、いらっしゃると思うんですけど、そういう方が結構練習するってなると割とお店ではすでに柵がある状態なのにこう、一匹一匹こうさばく練習するっていうのは割と大変な作業なのかなっていう気もするんですけど、それがだから、大変っちゃ大変なんですけど、それはやるべきというか昨日より上手に3枚2枚におろせたっていうのを積み重ねていくのがものづくりで、もちろん店づくりの過程でそこははしょるしかないんで、全ての店で頭丸一匹使ってないんですけど、そこは技術としては持っておくべきことやと思うんで、邪魔くさかろうがしんどかろうが店汚れようが時間かかろうがそれはやるべきことやと思って
なるほど。試験には置いてる感じですかね。なるほど、はい、そこはもう妥協すべきじゃない、こうちゃんとやっぱりそこを通るっていうところ、はいはい、今ちょっと思ったんですけど、その試験をするっていうところから、もうちょっとその例えばもうワンランクこう上に行ってほしいだったりとか、行きたいってなった時に、探求する仕方というか、それぞれの方がなんかこう結構探求していくのかっていうのでいうと、なんかあるんですか？さっきの話で言うと、さっきの店の店長の玉谷店長が、僕が何かで上げた画像を見て、なんか美味しそうおもろいっつってもうなんか始めてるんですよ。割とそんなきっかけがあったり、さっきの社員旅行での一言が何か商品化になってたり、会議でパッと思いついて誰かが言ったことが「あ、それいいかも」って言って商品化になっていったりっていう流れが多いかもしれないですね。昔やってたもんを誰かが言い出したとかもあるし、なるほど、じゃあ結構そういうのをやっぱり自主的にやっていこうっていうふうなことをそれぞれの方がやっぱり常日頃やっぱ思ってるってことですよね。なんかその繊細に引っかかったっていうことですよね。思ってくれてますね。それはどういうところから出来上がってきたんですかね。その向上心というかものづくりをちゃんと探求しよう。それが全員じゃないんで、そのやってくれる子をやっぱ見て、その子たちを分析すると、結論ものづくりが好きで、昨日より今日とはいえちょっと変化もしたい。なるほど。昨日より今日この人を喜ばすためにちゃう武器もいんねんっていう衝動からの発想じゃないですかね、多分。でもそれがないとやっぱりこうなんていうかもより上の段階に行くきっかけもないしっていうのでいうとすごく大事になってくるんですよね、やっぱりそういうの。そうですね。それで使う食材も広がってくるじゃないですか。多分高級なものも大衆的なものも広がってくると思うんで、幅が広がるっていうか、その仕入れたもんでその食材見て何かひらめくこともあるやろうし、それは割と、なんかないと思ってる子も多いんですけど、いっぱいあるのになって僕は思ってます。レストランが何店舗ずつもこうあると、なんかこう結構決められたことをやるっていう風な、料理をするって思ってこう、いらっしゃる方も多いのかなって思ったんですけど、なんかやっぱり今お聞きしてて本当にそれぞれの個人がやってるこう、料理屋さんじゃないですけど、そういうような感じでやっぱりこう一人一人ちゃんと思考して何かこう新しいの作っていこうとか改善していこうっていうのがすごい重視されてる会社なのかなっていうのは、いやもうそのシーンはもっと増えてほしいなと思ってます。それでずれたら言うから、こうじゃないねん、そのこうじゃないねんを理解してお互い理解していくことが理念共有であり面白みじゃないかっていう。